チンがですねお家で食べていた麻婆豆腐なんです。でこれ山椒も効いてないですし、オイスターソースが入ったり甜麺醤ちょっと多かったりして、よくですねうちのチンはお子ちゃま麻婆って言って作ってました。赤坂四川飯店本店料理長の田中と申します。今日紹介するお料理は麻婆豆腐です。今日の麻婆豆腐はちょっと変わった麻婆豆腐、家庭で簡単にできる麻婆豆腐をご紹介したいと思います。それでは材料の方を説明したいと思います。まずですね、お豆腐、これは絹ごし豆腐とひき肉、お酒、お醤油、それでこれはちょっと違うオイスターソース、あと甜麺醤ですね、にんにく、豆板醤で、この豆板醤っていうのはもう市販に売っている普通の豆板醤で構いません。と味のコク出しに鶏の粉、チキンパウダーですね、チキンパウダーが入ります。そしてネギと青ネギ以上になります。はい、それでは調理していきたいと思います。まずお豆腐なんですけど、通常これ包丁で切るんですけど、今日はもう手でちぎって茹でちゃいたいと思います。で茹でる前にお湯にですね一つまみのお塩入れます。そしたらもう豆腐ですね、あんまり大きくじゃなくて一口ぐらいのイメージでちぎって入れていきます。これなんで今日手でちぎるかっていうとですね、後でわかるんですけど、麻婆豆腐を崩します。崩した麻婆豆腐が出来上がりますので、後でお楽しみにしてください。これでですね、豆腐がしっかり沸くまで茹でます。これを茹でてる間に調味料の方、鍋の方に合わせていきたいと思います。家庭用の鍋でしたら油大さじ1杯ちょっと入れてですね、ひき肉が焦げないように中火もしくは弱火ぐらいでゆっくり炒めていきます。ひき肉はですねすぐ焦げてしまいますので、ゆっくりほんと火を調整弱くしながら炒めていきます。でひき肉はですね、これ最初油が出て少し濁った感じの白い感じの油が出てくるんですけど、炒めてるうちにですねその水分が飛んで透明な油になります。そこまでしっかり炒めていきます。これでですね、もう透明な油になります。透明な油にこうなったら水分が飛んだ状態ですので、味を入れていきたいと思います。この時ですね、火をつけっぱなしで、味を入れていくとですね、調味料入れていくと焦げますので、一回火は消します。にんにく、はい、次に豆板醤。この豆板醤はもう本当に市販に普通に売っている豆板醤です。そして甜麺醤、ここまで入れたらもう一度よく炒めます。でこの時もですね、先ほどから言ってますように火を強くすると、焦げますので弱火でゆっくり炒めていきます。特にですね、この甜麺醤は甘味噌なんで焦げやすいですから、本当にこの炒める時気をつけてください。これでよく炒めたらここにスープを入れます。そうしましたら、先ほど手でちぎったお豆腐、こちらをですねここに入れていきたいと思います。もう茹でるところプルプルになります。プルプルの状態ですね。この状態を、はい、これでですねしばらくちょっとだけ煮ます。必ず重要なのは味見ですね。まだ今お醤油とか入れてませんので、ちょっとここで味見を一回します。そうしましたらこれ最後の調整ですね。お酒、醤油、ここでちょっと違うところ、オイスターソースです。普段麻婆豆腐にオイスターソース入れないんですけど、このオイスターソースを入れることによって味がまろやかになります。お子様でも食べれるぐらいの豆腐になりますので、これでしばらく煮て、少しですねお玉で豆腐を崩すように、こうしましたらですね、もう沸いたら最終的にもう一度味の確認をします。で隠し味ですね、これ鶏のチキンパウダー、中華スープの素ですね、これを最後に入れて、はい、そしたら仕上げにあります。ここが大事なところ、難しいところですね。皆さん一番難しいと思うところです。今日入れるですね、このまず刻んだネギ、これ入れます。この時必ず火を一度消してください。必ず消してください。ここに水溶き片栗粉を入れていくんですけど、水溶き片栗粉っていうのは基本的に1対1、粉と水が1対1にしてある状態です。これをよく混ぜて、ここに入れていくんですけれども、片栗粉の濃度によって一気に固まってしまいます。なんで先ほども言ったように1対1、しっかり混ぜていただいたものを何度かに分けて入れていきます。まず1回目ですね、片栗粉1回目入れていきます。この時まだ火は消したままです。片栗粉を入れたら火をつける。この時も弱火です。弱火。それに今片栗粉が入ってますんで、少し混ぜてあげます。
そうすると少しずつとろみがついてきますんで、はい、今ですねこんな感じです。少しとろみがついた感じです。これだとですね少し柔らかいですね。まだもう少ししっかりしたとろみつきます。片栗粉2回目ですね。この時も今弱火のままです。火は強くするとダマができますので、はい、2回目よく混ぜます。この時も弱火です。弱火もしくは火を消していて大丈夫です。家庭でやる時なんかですね、お玉をこうガツガツやらない、優しくですね、優しく混ぜてあげます。先ほどよりですねとろみ少しつきます。さっきよりもついてきます。こうなったら火を1回強くします。しっかり片栗粉に火を入れます。この時も鍋底からお玉をゆっくりこう入れてあげて混ぜてあげる。そこが焦げないようにですね。そうするとあっという間にこういい状態、いいとろみになります。このぐらいですね。ボトボトボトっと落ちるぐらい、このぐらい。そしたら最後に仕上げですね。仕上げは油、化粧油になります。これ化粧油で、麻婆豆腐っていうのは薬王料理って言われてまして、最後に油を入れてよく混ぜてあげます。そうすることによって麻婆豆腐にすごく照りが出ます。油をちょっと入れてしっかり混ぜてあげる。もう麻婆豆腐ですね、こう綺麗に照りが出ましたので、これで出来上がりです。普通ですね、麻婆豆腐を作るときは豆腐が崩れちゃったらいけないとかいろいろ考えるんですけど、これはもうこうやって崩した麻婆豆腐ですので簡単にこう出来上がります。はい、そして仕上げに、青ネギですね。これを散らしてあげて、これで出来上がりです。この麻婆豆腐はですね、実はその陳がですねお家で、食べていた麻婆豆腐になるんです。でこれ山椒も効いてないですし、オイスターソースが入ったり甜麺醤ちょっと多かったりして、よくですねうちの陳はお子ちゃま麻婆って言って作ってました。そういう麻婆豆腐になります。ああやって何回かに分けて入れればこうやってとろみもしっかりつくんですね。そうですそうです。一度に入れるとですねどうしてもとろみが偏ってしまって塊ができてしまうんですね。少しずつ入れて火を消しながら入れると、とろみがきれいにつきます。じゃあいただきます。辛いの苦手な方でもこれの辛さだったら大丈夫そうですね。そうなんです。甘みがあるんで、豆板醤も入ってますんでしっかり辛みもあるんですけど、甘みもあるとまろやかな麻婆豆腐ですね。ひき肉もやっぱりちゃんとこう炒めてやれば、こういうふうに家でも美味しくできるってことですね。そういうことです。はい。ぜひですねご飯にのっけて食べていただければ本当にさらに美味しいと思います。いただきます。いや、すごいご飯に合いますね。そうですよね。ご飯に合いますよね。形を気にしちゃうことが多いと思うんですけど、ああやって最初からこう手で崩してやれば、気にならないですし、そうですね。混ぜるときにちょっとこう崩すぐらいで、こんなに美味しいのができるんですね。そうなんです。もうそこを気にしないでできるのは本当に楽だと思いますので、ぜひやってみてもらいたいですね。今日は貴重なレシピをご紹介してどうもありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。